皆さん、こんにちは。テク&テイルズです。今回は Python 3対話するプログラムの作成と題して、データをきれいに見せるための書式指定出力、そしてユーザーから情報を受け取るためのキーボード入力について学んでいきます。これらの知識を総動員して、簡単な応用プログラムの作成にも挑戦しましょう。本日のゴールです。これまでのプログラムは、一方的に情報を表示するだけでした。今日からは、ユーザー、つまり患者さんやセラピストと対話するプログラムを目指します。具体的には、見やすい形式で結果を表示する方法、キーボードから情報を受け取る方法を習得し、入力された情報を使って簡単な計算や表示ができるようになることを目標とします。まず、前回の内容を軽く復習しましょう。データを入れておくための変数、文字列や整数といったデータの種類を示すデータ型、そして指則演算などの基本的な計算について学びました。また、プリント関数を使って変数の中身や計算結果を画面に表示する方法も学習しましたね。スライドの例では、患者さんの名前と生まれ年から現在の年齢を計算して表示しています。さて、なぜプログラムの出力は見やすい必要があるのでしょうか。リハビリの現場では、データを正確に、そして何よりも分かりやすく伝えることが非常に重要です。例えば、ただ数字が、6570.5、22.49 と並んでいるだけでは、それが何を示しているのか全くわかりません。これを、患者様の年齢は65歳、身長は 170.5cm、BMI は 22.5 ですのように表示することで、誰が見ても一目で理解できる情報になります。では、具体的にどうすれば見やすく表示できるのでしょうか。一つ目の方法は、プラス記号を使った文字列の連結です。ただし、この方法では、年齢や身長といった数値をそのまま連結しようとするとエラーになってしまいます。そのため、スライドのコードのように、str という関数を使って、数値を一度文字列に変換してから連結する必要があります。少し面倒に感じますね。二つ目の方法は、パーセント演算子を使った書式設定です。これは少し古い書き方ですが、様々なプログラムで使われているため、覚えておくと便利です。パーセント %S が文字列、パーセント %D が整数、パーセント %F が小数点数に対応し、文字列の後ろにパーセントと変数を指定することで値を埋め込みます。スライドの例では、BMI の値を小数点第1位まで表示するためにパーセント点 %1F という指定をしています。そして3つ目、現在最も推奨されているのが、この F ストリングです。使い方は簡単で、文字列の前に F をつけて、変数名を並括弧はじめ中括弧終わり中括弧で囲むだけです。先ほどのプラスを使った連結と比べると、コードが非常にすっきりと、直感的に読みやすくなったのがわかると思います。F ストリングは、特にリハビリの評価結果など、数値を扱う際に非常に便利な機能を持っています。例えば、BMI の計算結果のように、小数点以下の桁数が長くなってしまう場合に、表示する桁数を指定することができます。並括弧の中で、変数名の後ろにコロンとドット、そして表示したい桁数を書くだけです。はじめ中括弧 BMI、1F 終わり中括弧とすれば、小数点第1位まで、はじめ中括弧 BMI、2F 終わり中括弧とすれば、小数点第2位まで表示できます。それでは、ここで少し練習をしてみましょう。変数ペーシャントアンダーラインネームとロムアンダーラインアングルが与えられています。この2つの変数を使って、高橋様の肩関節の屈曲角度は 150.5 度です。という文章を F ストリングを使って表示するコードを書いてみてください。さて、ここからは後半のテーマユーザーからの情報を受け取る方法についてです。これには、インプットという関数を使います。この関数を使うと、プログラムの実行中にユーザーがキーボードから入力した文字を受け取ることができます。重要なポイントは、インプットで受け取ったデータは、たとえ数字を入力したとしても、必ず文字列型になるという点です。そのため、計算で使いたい場合は、後ほど説明する型変換が必要になります。それではインプット分の
プログラムを実行してみましょう。これを実行すると、こちらの方ですね。インプット文の括弧の中の文字列がまずここに表示されて、キーボードよりの入力を促します。そしてここで例えば山本というふうに入れますね。で、エンターを押します。すると、こちらから入ったインプット文のデータがこの name という変数に入力されて、プリント文でこんにちはと表示して、こちら波括弧の中の name の内容をここに表示するということになりますね。こんにちは山本さんというふうに出力します。それではインプット文の型変換を見てみましょう。例えばこちらですね、こちらをハッシュタグを外します。あなたの年齢を入力してください。これの結果がこの、age str に入ります。で、これを実行すると、そのまま実行すると、計算ができるかということですよね。これを実行します。で、例えば、30歳としますよね。30と入れて、エンターを押します。そうすると、こういうふうにエラーとなります。これはなぜかということです。ここでエラーになってますね。これは、インプット文は文字列として入力されるので、この中は文字列です。文字列プラス数値というのは計算結果がエラーになります。それでは、こちらですね、無効にしてみましょう。こう無効にして、この入力された値を、整数化してやって、この age int の変数の中に入れます。そして、足し算をしてやると、計算をすることができます。ここで、さっきの30歳。こういうふうに、正常に計算結果がこういう形で、計算することができるんですね。整数型にして整数と足し算して、変数に入れるというような形です。では、ここでもう一つ練習です。キーボードから2つの数値を入力させ、その合計を表示するプログラムを作成してみましょう。インプットを2回使い、それぞれを整数に変換してから足し算をし、最後に F ストリングで結果を表示するという流れになります。実行結果の例を参考に、挑戦してみてください。こちらが練習問題2の回答例です。まず、インプットで1つ目の数値を文字列として受け取り、int で整数に変換します。同様に2つ目の数値も受け取って整数に変換します。そして、2つの整数を足し算して、最後に F ストリングを使って結果を表示しています。このように、入力、型変換、計算、出力というステップを踏むのが基本となります。さて、これまで学んだ知識を組み合わせると、どのような応用ができるでしょうか。例えば、身長と体重を入力して BMI を計算するツールや、患者さんの名前と目標を入力して応援メッセージを表示するツール、その日の訓練回数を記録するカウンターなど、リハビリの現場で役立つ様々な簡単なプログラムを作ることができます。それでは、応用例の一つとして、簡単な BMI 計算プログラムを作ってみましょう。ユーザーに身長をメートル単位で、体重をキログラム単位で入力してもらい、BMI を計算して表示します。BMI の計算式は、スライドにある通り、体重キログラムを身長 m の2乗で割ったものです。それではプログラムを見ていきましょう。こちらの方で、まずはタイトルをここで BMI 計算プログラムと表示して、こちらでインプット文で、身長を入れます。
ここではメートルで入れるということですね。そしてこれに、入ります。ここで文字列として入ったものをここでフロート型、不動小数点型に変換してこちらの変数に入れます。同じように体重も、まず体重を入れ文字列として入力されたもの、この変数をフロート型に変換してやってウェイト、そしてここを計算式ですね。そして、結果をここで表示、BMI をここですね。ここで小数点1まで表示ということで 1F って書いてます。じゃあ実行します。ここで例えば 1.72 とかいう形で入れます。そして例えば65キロするとこういう形で計算結果がこう、表示されます。これ 1F になっているので小数点1まで表示されます。もう一つの応用例として、リハビリの目標設定プログラムを見てみましょう。このプログラムでは、患者さんの名前と、その日の目標をキーボードから入力してもらいます。そして、入力された情報を使って、〇〇さん、今日の目標は、××ですね、一緒に頑張りましょう、といった、個人に合わせた応援メッセージを表示します。このように、対話形式にすることで、患者さんのモチベーション向上にもつながるかもしれません。ここで一つ、注意点についてお話しします。もし、数値を入力すべきところで、誤って文字を入力してしまったらどうなるでしょうか。その場合、INT で数値に変換しようとした際に、バリューエラーというエラーが発生してプログラムが止まってしまいます。現時点では、数値を入力するところで文字を入れるとエラーになると覚えておけば大丈夫です。このようなエラーへの対処法については、今後の講義で詳しく学んでいきます。それでは、本日の内容をまとめます。まず、文字列と変数を埋め込んで見やすく表示するには、F ストリングが最適です。小数点以下の桁数指定も可能でした。次に、ユーザーからのキーボード入力を受け取るためには、インプット関数を使います。そして、インプットで受け取ったデータは必ず文字列型になるため、計算で使う前には INT やフロートを使って数値に変換する必要があるという点が重要でした。第7回は以上となります。これでユーザーからの入力を受け取り、整形して結果を返すという対話的なプログラムの基礎が作れるようになりました。これはリハビリテーションの現場で個々の患者さんに合わせた情報を提供したり、データを簡単に入力したりするための非常に重要な第一歩となります。最後に、本日の演習です。一つ目は、あなたの年齢と10年後の目標を入力すると、メッセージを表示するプログラム。二つ目は、長方形の縦と横の長さを入力すると、その面積を計算して表示するプログラムです。今日学んだインプット、型変換、そして F ストリングを駆使して、ぜひ挑戦してみてください。